おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は無のiPhone を持ってないので PC からつなげて、1時間で電源が落ちるんですけれども、シュワンさんは iPhone があるので、多分今から彼女。パスワード？なるほど。向き？カメラ？Together?携帯はどこに置いておく？ありがとうございます。日本語でやりますか？お名前は不安でいいです。日本語ではこちらはそうです。ミュートした方がいいか。聞こえません。聞こえませんって。You want to start right away? Or the problem is with the coding, I think. Can you mute yours for the while? You're mute now? はい、じゃあ皆さんおはようございます。今日はワンさんの講座で12回目の勉強会になります。ソイラテシナモンがけ。ソイラテシナモンがけ。ソイラテシナモンがけ。ソイラテ。はい、シナモンがけでご用意したものと、蜂蜜とシナモンの最近がけ。はい。How do you pronounce your name? お名前は何と？ジョン・シュワン。John Xuan. In Japanese, it's Cho. Cho and the other,
あ、かや。It's like 動線ですね。動線。Hello. おはようございます。じゃあ、早速、スワンさんにお願いします。聞こえませんね。聞こえなくなっちゃいました。聞こえない。ローシー、聞こえません。聞こえません。おーい、聞こえないですね。ダメですね。はい。ローシー、聞こえません。聞こえないです。聞こえません。聞こえません。今聞こえます。おはようございます。聞こえますか？おはようございます。聞こえます。第1回の勉強会です。さっき原文を読みます。診断浴槽総計算大寒前時その紙購買者に宣伝し始め放送という何時いずれのところより書きされる浴槽曰くで何時なりご相違わく左手何ことか求むる浴槽曰く産物を求むご相違わく例何時無部所いかにしてか産物さんこの例何時無部所という例何時は部所なしというにあらず例何時は部所ありというにあらず例何時無部所となりいかにしてか産物前というのはいかなる産物を記するというなり、現代の訳中国の浴槽総計算大願前時へのが高層不妊の購買者に初めて参じたときにごぞが問うた、ごぞお前はどこから来たのか浴槽で何のものですごぞ何にしに来たのか浴槽おとけになりたいと思ってきましたごぞで何のものは無部所であるどうしておとけになれるものが、ここに言う例なのものは無部所であるという言葉の真意は例なのものには部所がないというのでも部所があるというのでもなく無部所を学ぶなさいというのであるどうして部所になることができようかという言葉の真意はおとけになれぬというのではなくどのようにしておとけになろうとするのかと励ましているのである。でこの部分、美男人無部所の無部所は用無対立の意味ではありません。こそは無を考えして暗示しました。
南北の人分別がありません。部署は部署です。有部署、無部署、分別がありません。症状用部署、症状用部署になれば、用は無になります。症状用部署、症状無部署は分別がありません。でここから後ろに私原文を読みます。で、説明がトレースします。続きます。続きここに一旦止まってとか、続き、最後まで。まずここまで何かありますか？皆さんお、切れちゃったかな？大丈夫。なんか違う。インターネット接続おご要素、部署の通り、諦める伝達少なし、小案9ま9および評論士の知るべきにあらず、多分間違いだと思う。ごめんなさい。今はここの話をしてますね。ここ違う？説明が多分違う。でも、シュワンさんが送ってくれたやつが違う。ごめんなさい。どうやら資料を間違って送ってきたのかわからないんですけど、私たちが今手元に持っているやつ、皆さんがご覧になっているやつはどうやら違うみたいですね。今からでも送り直すことができるかな。私もなんか今この資料を見て昨日見たやつと違うなとちょっと気づいて、この違いは何だって。まあ昨日送ってきたやつより全然すっきりしてますね。これ4ページしかないで、4ページしかないので。はい、じゃあどうしましょう。多分私のメールアカウントに今届いてきましたね。じゃあそれをちょっと加藤さんの方に転送します。加藤さんのやつこれですね。どうやって加藤さん、ちょっとメールボックスをチェックしてもらえば、はい、スワンさんの本当のやつ、届いてますでしょうか？来ました。そうです。そちらに。ちょっと待ってくださいね。今来てるので。これですね。すみません。はい、それです。はい。お手数おかけしてます。そうですね、そこです。そこです。はい。応募要素、文章の通り、諦める伝達少なし、上案9ま9および評論士の知るべきにあらず、部署の基準のみ関連するなり、部署の通りは
部首は成仏より先に不足せるにあらず、部首よりのうちに不足するなり、部首がならず、成仏と倒産するなり、この通り、よく三教克服すべし、320年も空腹参画すべし、13件の諦めるところにあらず、少女無部首と踏襲するこの通りなり、成仏以来に具足する方なりと参画する衝撃なり、核のごとく隠せざるは仏法にあらざるべし、核のごとく隠せずば無法秋で今日に至るべからず、もしこの通り諦めざるには、成仏を諦めず、見聞せざるなり、このゆえにこそは講談日するに霊南人無部首と示しするなり、見物門法の最初に何で何もなるは少女無部首なり、発音が違う。枠図知識かな。中国語、全部中国語です。中国語の発音がわかるけど。ここ枠図知識、枠図教科。枠図知識、枠教上するに、聞くほどの喜ぶべきは少女無部首なり、一切少女無部首を言語各地に散布せざる者は、部首にまた言語隠しせざるなり、欲想も腹差物を求むるに、ごそ欲想差物せしむるに、他の当初なし、全教なし、ただ霊南人無部首という知るべし無部首の同種文書、それ座物の自治となりということをしかあれば、無部首の正当念物時、すなわち差物なり、無部首にまた言問せず、同種せざるはにまた差物せざるなり。So I have to speak English now. Maybe you can help clarify Japanese. So for this part, I read the Nishijima cross translation in English. And then I read a commentary by a guy named Abe Masao. And Abe Masao was saying that the meaning of these parts is that Buddha nature can be thought of as something eternal and very concrete, or it could also be thought of something very empty and as a nothingness. But Abe is saying Dogen is taking a middle ground between these two parts. So
here we wrote an absolute view would be to just say sentient beings have Buddha nature. Like we could say in this part, because the sixth patriarch was from South China, they said he doesn't have Buddha nature. So we could say Xuan is from North, so maybe she has Buddha nature. That would be an absolute view. Isn't that the relative view? Or relative view. In my, well, to say she has Buddha nature is kind of relative, in my view. The absolute view would be, in my interpretation, the existence itself is Buddha nature. There's nothing outside Buddha nature, because existence or emptiness is Buddha nature. That would be the absolute view in my interpretation. I think that's the correct way. I was thinking about it differently. Emptiness itself is Buddha, would be the absolute view. And then to say, well, this has Buddha nature, you also have Buddha nature, we all have Buddha nature, would be more of the relative view. Talking about things inside emptiness and attaching Buddha nature to each of them or just some of them and not. So say people from the south have no Buddha nature, people from the north have Buddha nature would be the relative view. But even the view that saying everybody has Buddha nature, even that is still relative, because we're still talking about something that all of us possess. Can you say that last part again? I got even when I say all of us here have Buddha nature, it's still the relative view, because I'm talking about all of us just possessing something. While the absolute view would be to say, well, just being, existence itself or emptiness itself is Buddha nature. So actually, it's not that we have Buddha nature, but we actually contain in Buddha nature. There's no way to get out of Buddha nature, and there's no way to possess it. You can't possess it, you can't lose it. You can't say one person has and another person hasn't. You can't even say everybody has it, because it's absolute. So I was maybe mixing the absolute and relative view. What I read that Abe was saying is comparing absolute and then a nihilistic view. So then the nihilistic, but I was thinking the nihilistic view was... The nihilistic view would probably be to say there is no such thing as Buddha nature. Yes. Like when here he says Mugusho, no Buddha nature, nihilistic view would be to say, to take that literally and say there's no Buddha nature. The absolute view would be kind of say there's nothing but Buddha nature. The relative view would be there's the world outside here, and in some parts, maybe even in all of the parts, you can find Buddha nature if you look for it. And I didn't read Abe, so I don't exactly know what he means by taking a middle way, but I can somehow agree or sympathize with the view that Dogen wouldn't take the extreme absolute view and say emptiness is Buddha nature, so we don't have to practice, so to speak. We don't have to practice Zen because we're already in Buddha nature. We have to manifest Buddha nature here and now in a concrete form, but it's not that you can possess Buddha nature. You cannot produce it. You cannot create it. So it's an example that he uses in the Genjo Koan chapter. It would be Busho is like the air, but you have to fan it to feel the wind. So that's kind of the middle way. He doesn't say it's only the air, so there's no use in fanning. But you also wouldn't say only when you fan, you produce Buddha nature. It's already there for you to fan. Actually, this process of fanning, who's moving the hands? Dogen would say, well, it's Buddha nature. That's moving the hand. On the other hand, you cannot stop fanning and say, well, Buddha nature is already here. Where is it? You need to fan it. But then when you ask who's fanning, actually, there's no me who's fanning. It's Buddha nature that's fanning. I think that's what maybe Abe means when he says there's a middle way that Dogen is taking. So
she will get to the next part. I thought this first part was about, I guess, more absolute and relative. And then that led me to think, well, then is Buddha nature simply emptiness? But it seems in this next part, there's a funny part here where he says, where Dogen comments on when Huineng says Buddha nature has no north or south. And then Dogen says, if you think this means that Buddha nature is just nothingness or emptiness, then you're a commenter. So I thought the first part was saying it's not exactly absolute or relative, and then that makes you think it's emptiness, and then he says, well, it's not exactly that. So then I think I will just get to my next idea, is that, so I can kind of see what Dogen will allow to say Buddha nature is like emptiness, and he won't allow this to specify concrete things that it is. And then I can't really convey exactly what it is, but the best image I was starting to get is thinking about in the Diamond Sutra. In the Diamond Sutra, chapter 3 is called Bodhisattva's Vow. And then from chapters 21, 22, 23, they do this thing where they say, because perfection, they're saying like, because a bodhisattva does not reside in itself, that it can see that perfection is not perfection. That is why it's perfection. And it's talking about emptiness. And they do that for many examples, liberating sentient beings, perfect enlightenment, all dharmas, bodhisattvas, perfection, and so on. They say, because this is not this, that is why it's this. They said, like, because the bodhisattva vows to liberate all beings, but actually no being is liberated because there's no concept of self. So that's why. So then it seems like that's why they are liberated. For that one, he doesn't complete the sentence like that. He does it for. Let me check the. Like the big question is in this context, if we're all already liberated, there's no delusion in the first place. Why would a bodhisattva say, I want to help? Yeah, that's what he's saying, I think. Yeah, and what's the answer? Is there an answer to that question? So he says in this third chapter of the Diamond Sutra, when these immeasurable, countless, infinite number of sentient beings have been liberated, in actuality, no sentient being has attained liberation. Why is this so, Subhuti? If a bodhisattva abides in the signs of self, person, sentient being, or lifespan, she or he is not a bodhisattva. So he doesn't see the other beings as separate from their individual self. And then, so that's chapter 3. And then in chapter 17, it says, if someone says the Tathagata attains peerless perfect enlightenment, there is in fact no such thing as the Buddha attaining peerless perfect enlightenment. The peerless perfect enlightenment attained by the Tathagata is neither real nor unreal. Therefore, the Tathagata teaches that all dharmas are the Buddha Dharma. Therefore, the things that are described as all dharmas are not all dharmas. Therefore, they are called all dharmas. So that's this format. He'll say dharmas are not dharmas, that's why they are dharmas. And then in the chapter 20, he talks about the perfect body of the Tathagata. He says it's actually not perfect, that's why it's perfect. So then it kind of seems like Dogen saying the Buddha nature is not Buddha nature, that's why it is Buddha nature. So I noticed the pattern, but I can't really
explain it from deep experience? Yeah, I mean, the big question, I think, is how these two things grip together. Kind of the absolute reality that there is no difference, there is no enlightenment, no delusion, we are all one. The Bodhisattva sees all beings as part of himself, there's no separation. And then there's the relative view where you have to pay to get your coffee. For example, if you have children and they fall, you need to help them get up, but at one point you tell them, hey, you have to get up by yourself, you have to learn how to tie your own shoes. That would be kind of the relative truth. The question that's also come up in this study group a number of times, is it possible to really live as a bodhisattva if you think of others only as part of yourself? Because if you seriously do that, you could just sit in your room and do zazen, and everybody's included in that zazen, and you're helping your whole universe at that point. There's no need to get outside and to actually, for example, now meet with people and communicate with them with words. Why would we do that if we're all one in the first place? We wouldn't have to come here in this physical space and use words. So it's not that I have the answer, but kind of the question I have when you read things like this, basically what the Diamond Sutra seems to say here, it would be an illusion if the Bodhisattva thinks that he's the one who's helping others, because there's no separation. The true Bodhisattva realizes there's no separation in the first place, and there are no suffering beings that need to be rescued, because there's no suffering, there's no substance to suffering, there's no substance to delusion, and there's no substance to enlightenment. A true Bodhisattva knows that. But then the question is that comes after that, so what do you do? Does that mean that you stop fanning, so to speak, that you stop to help others when, for example, when somebody comes to you and says, I have a problem? Do you just ignore that because you realize that person has no substance, problem has no substance? Or do you take them serious, but tell them, well, actually that problem is not a problem because it doesn't have a substance? Or do you even go so far and say, well, let's think about it together if maybe we can solve that problem? And at least pretend that you think that the problem is substantial. That would be my question now. So we put it in terms of the question as the Bodhisattva looking at other sentient beings. Yes. And he cannot see them as sentient beings because they're not separate. So if we replace sentient being with Buddha nature in this, then that brings us back into the context of the chapter of Dogen. And it's the same situation, almost. Maybe. So in the case of Bodhisattva sentient beings, when the Bodhisattva looks at sentient beings, he's actually looking in the mirror. He's seeing himself there. And then the question is, well, why don't he just go back in his room and sit in the Zen? And then the suffering beings in the mirror will disappear and he will see himself sitting in the Zen. And you could say the same thing about Buddha, when Buddha nature. If we look at Buddha nature, actually we're looking at the mirror. And if you want to say Buddha nature exists, you can say that. If you want to say it doesn't exist, you can say that as well. Actually, Buddha nature is the reality that you're living right now. But again, the question is, what does this mean when you live your life, when you have to cook a meal, or if you go to the toilet? Where's the Buddha nature in that moment? So I think you explained it good. From then in meditation,
following this relationship, when I am meditating, sometimes I feel like what I'm experiencing, I can see that it's empty, in that it's a construction in my mind interpreting the outside world. And then that's kind of like this part. This is not this. When I look at this paper, I can see that it's not, that it's just an image in my mind. There's something here outside. And then when I realize it, then I can say, well, now I can kind of appreciate it for what it really is, more than before when it's an illusion. So can that work with Buddha nature? Yeah, or like the question I basically try to ask now is, if we're all one, so if absolute truth is true, and the Bodhisattva wakes up to that fact that we're not separate, but we're all one, where does the day-to-day activity of the Bodhisattva come from? And maybe you can answer that question but by saying, well, the absolute truth also is only an X. So the absolute truth is not the absolute truth. That we're all one is only one part of the truth, but at the same time, you can and must say, actually, when it comes down to day-to-day affairs, we're not one, we're separate. So are we separate at the end of the day? No, we're not separate, but we are separate. Genjo Kwan really gets both sides of that. Well, he tries to probably get that. And Dogen Zenji here, when he talks about U and Mu, and then he says, well, Mujo, I think, comes up to date, like impermanence. It's all Buddha nature. And at the end of the day, you cannot pick up one and say, this is it, now I found it. When you pick up existence, the next sentence you have to say, well, no, it's emptiness. When you say Buddha nature is emptiness, you have to say, no, it's not emptiness, it's impermanence right here. And if you say impermanence is Buddha nature, no, it's eternal existence. It's always there. Nobody can take it away from you. Oh, it's somewhere in the middle. Or neither, or neither. Well, if you have a square, you can have it's this, or it's not, or it's both, or it's both negative, or it's not. In a way, it's like this game, how stone, paper, and scissors. Yes. And like if you say it's a stone, then somebody will come with a paper and they win. But if you say, well, then the Buddha nature is a paper, then you can also say it's a scissors and you win. But when you say that the Buddha nature is scissors, then you can show them with this. No, well, it feels like sometimes the Zen teacher, whenever you ask a question, you're always wrong, and then it keeps being wrong, and then it never will end. Yeah. You're never good. So then this reminds me of the situation with the band Pink Floyd. Their lead singer was named Sid Barrett, and he went crazy. He was probably doing stupid things, and he showed up to the recording studio one time, and he was teaching him a new song, and every time he got the song, he was like, no, that's not right, and he kept improving it, and then they realized after an hour that he just kept changing the song as he was going on. And sometimes it seems like, is that what's happening in Dogen? It's never going to end. You're never going to know what the right answer is. He'll just tell you it's wrong. I have the feeling that at least in this part of the Shobogenzo we're reading, in this chapter, it's kind of, there is no right song. The song is never right. By changing the song, basically you're creating the song, or like a song, there's always change in music. If it would be just one sound, that, like a jazz. Yeah, it wouldn't be music. Like there needs to be change for music, and it's also not the same tune that you repeat over and over again, but then also over the course of a piece, there's development. And will you ever get to the point where it's right? No, it will still change. And like when the Rolling Stones play Satisfaction 50 years ago and they play it now, they will play it in a different way. Which is the right way? Well,
it's never right. Or Pink Floyd, the same. The song will never be right. And in a way, you could say that about Buddha nature, it will never be right. So that's, Or you could, and of course, when you say that, with the why. Diamond Sutra, you could say, because it's never right, you can also say it's always right. It can, there's no way it could not be exactly right. In this moment, it's always right. But the next moment, it's wrong again. In this moment, there's no way it couldn't be right. So if you say, Busho, existence is Busho, of course it's right. The next moment, it's wrong. And if you say Mubusho, of course it's right. But the next moment, it's wrong. So in a way, you could say this change itself, Mujo, impermanence, from U to move and back again, the change itself is Buddha nature. But when you say that, also, it's right in the moment, but then you have to deny it again. Change is not Buddha nature. So you could say permanence is Buddha nature, but that also, of course also isn't right either. So yeah, I like that example you gave, the Pink Floyd example. The song is never right. But in a way, I don't know if they had a recording of the session. It might be great to see how I think maybe they improvise. Super had gotten some kind of a Zen insight and wanted to show it to the other guys. And even if he hadn't, I mean, it's a beautiful example. Or it was a joke. And I mean, at that time, like in the 70s or so, people were making music while they were taking drugs. Yeah, that was. And the other extreme would be where you always think you're right. Like sometimes when you listen to these records today, these sessions, you get the feeling these people are so high that they think that whatever music or sound they do, it's right. But when you listen to it, it couldn't be any more boring because they're so satisfied in their drugs highness that whatever they do, they think it's right. And if you hear to this 20 minutes of one side of a record, it's always the repetition of the same thing. It could be more boring. And well, even Pink Floyd sometimes to me sounds like that, quite boring. So that's why I like this idea of, no, it's not right. We have to do it in a different way. We have to do it different. We have to do it differently. In a way, that's already like the punk spirit of the late 70s, early 80s, where a song, you do it 30 seconds, and then you start another song, another song, another song. And the hippie spirit is like you do the session 1 hour, and you're in the moment, but you're somewhere else. Like, well, I'm more like the punk generation, so I like this idea of, no, it's never right. We have to do it different. We have to do it different. We have to do it different. In a way, that's exactly what Dolan's doing here. First he says Busho, then he says Mu Busho, then he goes on to say Mujo Busho, but it's never right. Thank you for explaining in English. Maybe you can interpret all of that into Japanese. 皆さんにはどの程度伝わってますでしょうか？私はちょっと英語わからないです。わかんないんですけど、その、はい。ブダネイチャーが仏性ですか？ブダネイチャーが仏性ですね。英語で仏性を大体ブダネイチャーと言いますね。emptiness まあ空、まあ無もそういうふうに訳せますね。まあ nothingness と emptiness。正確に分ければ無は nothing とか nothingness。で、空は emptiness になるんですね。で、まあその今日のところ、まあその現時点では最後まできれいに説明してないけれども、キースさんはこのアブソルート、イターナルと最後のページにはレラティブ、エンティ、ニヒリスティックとありますね。レラティブは出てないんですけれども、物事をまあ絶対的な立場から見るか、相対的な立場から見るか。で、安倍正夫さんという人だと思いますけれども、結構前、50年ほど前に正法眼蔵を
英語に訳したり、注釈書も書いたりしている人がいるんですね。おそらくそれを、読んで、道元禅師はこのチャプターで仏性を相対的な立場でもなく、絶対的な立場でもなく、そのどちらでもない中道の立場から解釈しているというような話があって、で、金剛経の話もそこで出てくるんですね。山は山にあらず、だから山と言えるとか、そういう、鈴木大説では即非論に。で、私が途中から突っ込んだのは、この3ページ目の上に Absolute Eternal View と書いてあるんです。その絶対立場からしたら、Sentient Beings have Buddha Nature。一切主上に仏性が備わっている。で、私からしたら、これは絶対というよりも相対的な立場ですね。ましてやその後に書いてあるのは、シュワンさんは中国の北の方の北京から来ました。シュワンさんは仏性がありませんかと。で、これはもう相対的な考え方の典型ですよね。南の人にはないけれども、北の人にはあると。これは絶対の立場で、相対ですね、相対的な考え方ですね。じゃあ絶対は何かというと、あったりなかったりではなく、存在そのものが仏性だというのは一つの絶対的な立場だと思いますね。ですから、すべてのものに仏性が備わっていると言っても、それは所詮相対的な立場と思うんですね。なぜならばみんなの中に、持ち物みたいに、マイナンバーカードみたいな感じでみんな持っているんだと。そうじゃなくて存在そのものが仏性だと。だから私たちの中に仏性があるというよりも仏性の中に私たちがあるというのが絶対的な立場。これは相対なんですね。で、言葉としては逆のことになるんですけれども、空そのものは仏性だと言ってもいいと思いますし、それも絶対ですね。存在そのものは仏性、無仏性。で、無仏性というのは空そのものが仏性だと。これも絶対的な立場になるんですね。でも結局、要するに道元禅師は絶対的な立場を取らないと。この安倍正夫さんが言ってますし、私もそうだと思うんですね。じゃあなんで、どこに相対が出てくるのか。中国の禅だったら三銀だとか、テーゼの白十字のように、目の前のそれが仏だという具体的な話が出てきますけれども、ここではそういう、むしろこの前、中塚さんのところではそれも否定されてたと思うんですよね。そういうのはなかったんですか？そうですね。で、空と無は違うんだという話があって、でその文脈の中で、こういう中国禅で使われるような三銀的なものも仏性じゃないというような話があったような気がしますけれども、これは私の記憶違い。いや、三銀じゃないけれど、道元禅師自身が、何だったんだろうね。私の気のせいかもしれないですけれども、三銀という言葉は出てこないんですけれども、私が読んだときには、ここでは、無は空ではないとか、うでもない、無でもない、かといって具体的な目の前の何々というわけでもないというような話が書いてあったような。これはどう？ロッチュして思うもんしですし。
これはもう少し、もう一回。空理一辺積なり、空則。私の気のせいかもしれないです。で今さっきクリスさんと話をしたのは金剛経の話で菩薩についても菩薩は自分から離れた自分とは別物の他者を助けるんじゃなくて実は自他が一如であると。他者なんて存在しない。自分の外側に他者など存在してない。だから苦しみの世界と離脱の世界は別物ではないと。苦しみもなければ離脱もないというそういう気づきを持っているという話は私はその金剛経を最近読んでないしよくわからないけれどもそういう話は出てくると。菩薩は一見して悟りの立場から迷っているものを救ってあげているように見えてても実はそうじゃないと。で私はそこで彼に問いかけたならばそれだったら結局絶対の真実であってそこからじゃあなぜ具体的には他者を救おうという働きが出てくるのかという。今までこの勉強会でも何回か議論したんですね。自他一如から具体的な菩薩の働きは出てこないんじゃないかと。で、その金剛経の彼が一番最後に X と書いてますけれども、この X は X ではないからこそまた X が成り立つ。仏性もまた仏性ではないと。何が仏性だとかは結局言えない。それは例えばその金剛経の私と他者は一つであると。そもそもそこに境界線はない。ということも一つの X ですから、そこもまた否定されるべきですね。自他一如とも言えるけれども、自他一如じゃないんだと。本当は自他一如じゃないんだから、目の前に助けてくれという人が現れれば、助けなければいけないと。もちろんそこをまた否定しなくちゃいけない。そこに要するに最後の最後まで正解が出てこない。仏性は無だと言ったら、次はいや、そうじゃなくて無だと言わなければいけない。この無は実は空じゃないとまた言うし、今日のこの無常のところはまだ話には出てこないけれども、無から話が無に変わったり、無の方に無に変わったり、結局決着がつかない、こういう変訳とか無常そのものが仏性だということもできるけれども、それを言っちゃおうとまたそれが固定されるわけですから、さらに一歩進んで、いや無常も仏法じゃないんだと。それよりむしろ常なる永遠に変わらないものこそ仏性だと。でもそれを言うとまた無になるわけですから、また無と言って無常と言って、でそこでこのグーチョキパーの話したので、これと言うと必ずこう言えるし、これが仏性だと言うと必ずこう言えると。これが無ならば、いや無常だと。いや無常という
何を言っても必ず相手は勝とうと思えば勝てる。で、ピンク・フロイドの話が出てきたんですね。その、例えば、what's the name of the guy? Sid Barrett. But I forgot to say the funniest part of that is he called the song "Have You Got It Yet?" and then he kept changing it. His name's Sid Barrett. シッド・ベレット、そのピンク・フロイドのリーダーだったかわからないんですけれども、ピンク・フロイドのメンバーがそのレコーディングをしようとしてセッションしているときに、そのシッド・バレットという人が、考えている曲を、みんなに聞かせようとするけれども、いや、間違っている。そうじゃないんだ、そうじゃないんだ。やり直し、やり直し、やり直しだ。で、しばらくすると、本人だってまだその曲が頭の中に、出来上がってないのか、役やっているからコロコロ変わっているのかわからないけれども、そもそも彼の中にその曲がまだ固定してないんだと。やり直し、やり直し。武将といってもやり直し。要するに、その武将という曲はまだ出来上がってない。正解がない。どんな曲をそこで弾いても、どんな弾き方をしても、いや、間違っている。やり直し、やり直し、やり直しと。で、そのピンク・フロイドのその時の、話とか、その時どういう意味で言ったかわからないけれども、私はある意味ではそれはうまい例えだと思ってますね。要するにそもそもこの曲ができてしまえば曲としても面白くない。変化があってこそ。例えばこのピンク・フロイドでもそうだろうし、そのローリング・ストーンズって言えばその50年前のサティスファクションと今ライブで弾くサティスファクションは多分全然違うと思うんだけれども、どっちの方が正しいサティスファクションかというと、いやどっちも正しいと言えば正しいし、でもこの2020年のサティスファクションと全く同じやつを彼らが来年の21年も弾いたらそれはもう面白くない。コロコロ変わってそれが要するに生の状態でまた変わるからこそ正しいサティスファクションとも言える。2020年のサティスファクションと1960年代のサティスファクションはどれも正しいし、でもまだやり直しと。でその精神はヒッピーたちの精神よりもパンクの精神に近いじゃないかという余分な話もしたんですね。ヒッピーたちの70年代の記憶今聞くと、彼らはもうその延々と20分、30分同じようなずっと弾いてて、おそらく役に使って何を弾いてもいいんだみたいな状態で、要するにこれはダメだとやり直しというのはむしろパンクの精神で、一回曲をやったけど30秒1分でもうこの曲ダメだと言って違う曲をやる。20分、30分と延々と同じようなことを繰り返して、それでいいんだと。じゃなくて、何をやってもダメ。どんな答えを出しても結局まだダメ。その風とこの仰ぎ方で言えば、今度こそ切れちゃったんですかね。ちょうど1時間だから怪しいですね。そうですね。ちょうどいいところ来たのに。やっと日本語になったのに。もったいないね、これ。ね、またつないでくださるんじゃないか。つながるでしょう。ね、今までのあれからいくと。あら、消えちゃった。
もしもし、聞こえますか？はい、聞こえます。一応今、ネルケロ、大西と言いますが、一応今、ネルケロ氏に伝えたので、切れてるっていうこと。はい。ちょっとしたら、多分、つながると思いますので。はい、ありがとうございます。出た。すみません、いつもの接続1時間で途切れたので、またこれでつながったと思います。さっきのクリスさんとの英語のやり取り、大体こんな感じだったんです。ですから、原文にはあまり踏み込んでないんですけれども、物証はうとも無とも無常とも言えるけれども、結局グーチョクパーみたいにこれでいいということは絶対にありえない。これでいいと思ったら必ず負けてしまう。むしろもう自由自在にグーチョクパーを出して、その時その場で対応するしかしょうがない。物証っていうのは質であるけれども、ある特定の言語で説明してしまった時点で固定化してしまうので、そこで矛盾が生じてしまって、なので説明しようとするんだけれども説明できないっていうことを繰り返すわけですから、そういう捉え方でいいですかね。いいと思いますね。なので物証は空であるけれども、空と言った瞬間に本来の空ではなくなってしまって、言葉としての空になってしまうので、なので空でもないって言ってみたりとか、空ぜ空って言ってみたりとか、結局だからもうそれを繰り返ししかないですし、日常生活の中では言語化して伝えたりとかせざるを得ないので、そういう二元対立の世界で表現するけれども、それを繰り返すという、そういう理解でいいんでしょうか。質といっても空といっても、その話をどこでしているか、誰がしているかという問題ですよね。で、その答えは質の中、空の中でしている。ところが、それが実は矛盾しているということに気づかないで、この話を延々とやっていると、それこそケロンです。だからそこを気づかせようとしているのは善だと思う。どうしてもコップの話をしようとしている。コップの話をせざるを得ないけれども、どこでその話をしているかというと、コップの中にいながらコップ全体の話をしようとしている。で、気をつけないとコップの外側から見ているつもりでいるんだけれども、実はカエルがコップの中に座っていながらコップについて喋っているだけである。だから質は物証だと間違ってないけれども、その質の中での存在者がしている話であって、空の場合も色即是空、空即是色といったときは、空と色をとして並べて俯瞰しているつもり、これはそもそもありえないのに空だと言っている。だから空即空と言いたくなるけれども、空即空というのも空と空は同じだと言って、なんでそんなこと言えるんだって。そこで、道元禅師はある程度それを楽しんでいるというか、道仙さんもこの間ゲームとか言葉遊びと言ってましたけれども、楽しんでウィットゲンシュタインに言えば言語ゲームをしているわけです。そのゲームには付き合いたくないと言ってもないけれども、だから私たちもある程度グーチョクパーのつもりでこのゲームに付き合ってなければ、こちらはもう少しでバッテリー切れる。You do have the possibility to connect to the. Probably you can't, but I don't think so. I mean, you can try, but I don't think that you can upload it. Or
What kind of cable do you have there? What about the Starbucks? Where's the problem with this? Can we use your thing to Yes. or yours? But today's study reminds me like when I go to India, practice this Shwar. Yes. I think it's because, wait, let me just start it. You say the song is never perfect. It's like a yoga asana. You're never going to have the perfect. Yes. Never. So she has this idea. Yeah, it's never perfect, so you could say it's always perfect the way it is, but the next moment it isn't. Yeah. Like in the conference, always somebody asks Shwar how to do the difficult asana, how to be practice. And he never teach how to do the asana. He just say, this one. 887 7494. And now, I need long. すいません、この PC からの接続はもう少しできれるけれども、今度はシュワンさんの iPhone で接続しようと思います。The problem, or we had the problem that音が今度は聞こえないですね。iPhone からは無理やろ。iPhone の方が画像は良さそうですが、でも音は聞こえないですね。はい、どうも、彼女の電話のマイクが。My phone doesn't have anything right now. Let's see. No, I think my There phone should be a has. setting. Oh, your phone's Yeah, microphone. yeah. If we use the headset, what's this called? You have to speak into the mic. Okay, that's no problem. Let's try it. That's the mic here. 今聞こえてますか？聞こえます。聞こえてます？はい。でも、so nobody can hear, but okay. はい、どこまで話をしてたんですかね。So when we on the so okay. 今日のお勉強は、私2回インドでヨガの練習の話を思い出して、インドの先生は毎週土曜日、コンファレンスがありますので、みんないつも、難しい朝の練習方法とか、どうやってすればいいとか、朝のやり方とか、いつも生徒たちは聞きます。でも、私たちの先生、シャラド先生はいつも、breathing and relax 呼吸して、relax やり方とか、朝の組み方とか教えてない。マイソール、アシュタンガの練習はマイソールの朝みんな自主練みたいなの練習するときも、シャラド先生以外の他のアシスタント先生手伝うとき、例えば誰が朝のやり方を生徒たちに教えるときも、シャラド先生は教えてないでください。just give help。手伝ってでもやり方は教えないでください。
So he stopped people to teach how to teach asana. So アサナの練習と禅の勉強同じと思っている。Also、アシュタンガの練習は前のアサナできたら進みます。So、みんなの練習それぞれ誰が always、誰がいつ新しいアサナもらうか私もらってないとか決まってない。なんで他の人私練習時間長いのに他の人私より早いとかauthorize もらうでも一緒。インドで練習5年ぐらいもらう人とか3年だけもらう人とか1年だけもらう人もいる。みんなそれぞれ。So, like no standard、標準がないです。So, シャラド先生の教え方、私たちのヨガ先生の教え方は教えないように教えています。毎回インドで練習生徒たち書いてきたら先生何も教えてないの言う人多い。Why we go far away? なんで遠いところに練習に行ったのに何も教えてないとか Why we come here? So 諦める人が多い。でも本当に私の練習は書いてきたら変わります。で、so everybody feel different。みんなの練習がインドに来て書いての感想が違う。と先生が本当に偉い先生。なんか尊敬日本語で respect 人も多いけど、でも何も教えてないいう人も多い。So I think 今日の勉強は私ヨガの練習のことを思い出して。なんかわかるかな日本語でごめんなさい。すいません。はい。アシタンガヨガは、アシタンガヨガのことをあまり知らないのにあれですけど、あるポーズをもらってそれができるようになったらだんだん増やしていくんですよね。それをじゃあ、自分は、どれだけできたら増えるかっていうのはスタンダードがないんですね。標準がない。例えばこのポーズは開始はこのポーズで開始までできなかったら進まないけどでも開始している人進まないの人もいる。そうとか判断の基準が先生は見てらしてその線 You can ask 先生これで言わない、先生からもらう。その先生はどこを見てこの人には次のポーズってするのかこの人はまだっていうのがわからないですね。authorize も、みんなもらえない。みんな一緒に練習に来て同じ時間同じ練習でもみんなもらえないとかもらう時間も違う。なんか no standard 先生の気持ちみたいでも気持ちじゃないの。この練習ユはこの練習に練習してます。まあ、要は禅理は風流文字の世界ですよね。それでもちょっとずつ増えていくんですよね。全然増えないことはないんですね。私たち一緒に練習するけど、ポーズも2人ともできる。でも多分、向こうさんは進む、私進まないの場合も多いよ。なんか先生からもらう。先生がどこを見て判断するかわからないっていうのはちょっと。そう。
基本的にはパスできたら進む。でも、状況によって、人によって進まないも多い。相当数ではこういう進むとか進まないというのはあまりない。お寺で言えばその早くとか、謙遜になったり、何々の役を得たりというのはない。それはあるけれども、座禅においては早く進むとか進まないはないけど、臨済宗だったらその公案があるから似たようなことがあるんですね。次々と進む人もいれば、なかなかその一番最初の上司の無すら通してもらってない。でも、その早く進めてもらっている人がじゃあいいかというと、逆にその見込みのある人ほどまず最初のところで詰まらせておいてというのもあるし、見込みのない人じゃそんなことしたらもう逃げちゃうから、見込みのない人にはまずこのアメちゃんをあげるようなつもりで次々と。でもそういう人でも途中からも急に何が変わったか本人が全くわからない。どうしてかもうある日から全然通してもらってないのはなんでだという。My opinion、なんかシャロット先生は朝なもらう考えないように練習してください。そうそう。Don't think about new asana. Just do your practice. I think he's teaching. Don't think about something for your practice. Just do your practice. いやまさにそのコアの場合もそうだと思いますね。その早く進みたいという根性がもう見えてきたら、でもこの人はしばらくはこうして困らせても大丈夫だと老子が思ったら、何週間も何ヶ月間も今まで次々で進んだのにダメだ。それこそさっきのピンク・フロイドじゃないけど、まだダメ。それ正解のはずなのにと、先輩もそれで通ったというのに、なんで俺はこれで通してもらってないのかという。だから公案進むとか進まないという問題ではそもそもないんだという。臨済宗だっていかにもそのポイント稼ぎみたいな修行方法だけれども、これも実はないんだと。成功はないというか、正解はないんだって。1700の公案あると言われるけれども、全部パスしたからといって今ここという現状公案がまだ残っているわけですね。今この今日という意をいかに生きるべき。本当は公案はそれ一つでしかない。多分岡田さんもこの間メールで送ったけれども、久松真一さんという人はどうしてもいけないときはどうするかという。結局この公案一つが全ての公案を含んでいると言ってますけれども、どうしてもいけない時にどうするか。じゃあ何もしなければいいんだと。いや、それもいけない。何もしないということもダメ。かといって何をやってもダメ。じゃあどうするか。それが公案ですよね。で、おそらくヨガの世界でも言える。アーナはどんなに上手にやっててもまだダメ。仏書も結局これだというものはないんですね、最終的には。逆に言えば、この先のどうしたらいいかという、いや何をやってもいいんだけれども、その何をやってもいいけれども、何をやってもいいんだという態度でやるんじゃなくて、何をやってもダメだけど、これをせざるを得ないという態度は違うんですよね。70年代の自己満足的な音楽の弾き方とそうじゃない弾き方の違いですよね。何を弾いても、いや今日のこの演奏はまだダメだったという態度でやるのと、自分に満足して、今日もなんかいけたなみたいな、乗ってたなっていう弾き方とその違いがあると思いますね。そのヒッピーの方が幸せですよね。はい、ただ本人の幸せと周りの幸せまた違うだから、弾いている方と聞いている方と違うし、
やもちろんその赤ちゃんが一番幸せとも言えるし、だから大人が役をやって赤ちゃんに逆の踊りできたら、それは本人は幸せだけど、周りのものは大変じゃないですか。はい。役をやらないで、はい。そういうふうに思えれば、もうこれでいいんだと思えれば、それは苦難なくなる。だからそれもその公安で言えばバス小安という公安のポイントだったと思うんですね。そのすごく修行のできた、修行僧におばあさんが毎日ご飯を用意して住む場所も用意してくれているわけですけれども、本人はもう20年30年その案でばあさんが用意した案で修行させてもらっているから幸せなはずですね。欲望も全部捨てて、迷いも全くなくなって、毎日毎日悟りの境地の中で楽しくやっているんですね。で、ある日におばあさんが孫娘を生かして、この聖さんを誘ってみなさいと言うわけですね。で、孫娘は、それなりにその言葉をかけるわけです。私でどうですかみたいな感じで、その聖さんはそれに対しても私を誘ったって無理ですよと。もう煩悩欲望は全部超の昔になくなったし、私は例えて言うならばその何もない岩の上にかろうじて張り付いている祭る木のようなものだと。これから春の花を咲かすようなことがないと。で、おばあさんは後にその話を聞いて、その案を燃やしてしまうんですね。怒ってしまうんですね。聖さんは幸せだったはずですね。ただそこはその大乗仏教のテラワダに対する批判でもあるんですね。例えばアラカンが幸せであったとしても、そのアラカンの幸せで周りのものが幸せにならなければ何の意味があるんだと。アラカンがお腹空いた時にはやっぱり周りのものが畑から取った野菜を料理して伏せしなくちゃいけないし、でアラカンはそれをただ食べて一日中座禅するだけじゃ何の意味がある。本人はそれで幸せで下脱しているかもしれないけど、そんな下脱に何の意味があるかという。だから自己満足している本人は幸せであっても、そんな幸せを私たちが目指してないはずですよね。むしろ、いや、まだダメだと思っている本人はしんどいですよね。いや、今日は一生懸命やったつもりなんだけど、まだダメだったと。でもだからこそ周りの人はその姿を見て、感心をするか励まされたりもすると思うんですね。逆に周りから見て誰も感心しないけれども、本人だけ満足している場合は、本人は幸せだけど、ちょっと困るというか。前に何学でしたっけ？はい。節字一物即不中でしたっけ？何と言っても言った途端に言葉にした途端に当たらなくなってしまうって言ったのはそういうことですかね。そういうことだと思います。ではこうやって言葉で話している限り当たるっていうことはないんですね。当たらない。それでも何かを言わなくちゃいけない。はいはい。中国で伝わるという場合もあるけれども、本当は言葉にできないんだけれども、どうしても何かを言葉で言わなくちゃいけないという考案ですね。さっきの久松真日さんのどうしてもいけないときはどうするか。
言葉で言えないときは、じゃあ何を言うか。何を言うか。で、臨座だったらカーッと叫ぶけれども、それもパターン化してしまうから、カーでもダメ。ゆいまこじはただ黙々と黙ってたけれども、それももうすでにそういう前例があるわけですから、今更その真似をしたって、ただの真似になってしまう。ウィットゲンシュタインは語り得ないことについては沈黙するしかないというけれども、これももうオウム返しされて、みんな分かったつもりでそれを語っているけれども、でもそのことだって本当は語り得ないのに語らざるを得ない理由は何だった？それをウィットゲンシュタインに語らせたものは何だったという。で、自分は道元もウィットゲンシュタインもユイマコシも臨在もそういう人のコピペじゃなくて、じゃあ自分の言葉、自分の行動でせよと言われたときはどうする？仏性とは何かと聞かれたときはどう答えるか。もダメ、もダメ、無常もダメ、マサンギもダメ。じゃあどう答えるかという。無でもいいし、無でもいいし、3人でも何でもいいかと思ったらいいんじゃなくてダメなんですね。そう、もうコピペになっちゃうから、その時はそれでよかったけれども、今さらそんなコピペをやったって。そう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 。はい。はい。そういう何かこう開けてパッとしたのなら自分のオリジナルならそれはいいですね。それはいいんですねというのはちょっとそう自分のオリジナルだったらいいんだろうという態度だとちょっと困るんですよね。これは俺なんだから、これは今の今日の俺だからというのは、私はさっき引きの精神だというふうに悪く言った彼らも決して悪いつもりはなかったと思うけれども、ちょっと後で2020年の今日聞くとちょっとうんざりするような、何をやってもいいんだという永遠と続くセッションではない、何をやってもダメだという態度でやっていれば、旗からしたらそれこそいい、それこそいい。でも本人は何をやってもいいんだというと、いやそれこそ一番困るということが言いたくなっちゃうんですね。西南人無仏性の話に戻るとですね、長さんは北の方やから、仏性があるのかとか言ったのは相対的な。そんなこと言ってるわけではなくて、あるとかないとか言ってるわけでもないし、北とか南とか言ってるわけではなくて、この前の長さんの資料の最初に書いてくださった、うでもなく無でもないの意味で無と表現しただけで無を超越した絶対無としての無と、そういうふうにあるということは、この無というのは当たらないけども、仏性と言い換えてもいいし、それも当たらないですけど言葉やから、無と言ったり、さっき大桑さんがおっしゃったように無と言ったり仏性と言ったり空と言ったり、文書キパーでいろんな言い方しますけど、どれも当たらないけれども、先週ちょっとお休みしちゃいましたけど、これで言えばこの部分で、だからもう言葉では何とも言えない、言葉では何とも言えないこれだけれども、それを無理やり言葉にして言うと仏性とか無とか無になるだけであって、だからこの黎南人無仏性というのはなんか違うかもしれませんけど、黎南人よとには摩訶不思議な働きがありありと現れているものだよって言って、言葉では言い表せないけど、無理やり言うと
無であり仏性だよみたいな意味ですかね、霊南人無仏性っていうのは。だから霊南人よきは仏性であるよ、仏性の現れであるよって言って、でそれはまあ無でも無と言ってもいいよ。だからそれなのにあなたは仏性の現れ、働きの現れなのに、これ以上何を差別するのかねみたいな意味だと思って大丈夫ですかね。そう大丈夫じゃないんですね。大丈夫じゃないんですけど、そういうような感じでしょうか。すいません。今その質問を正しく理解したかどうかちょっとわからないんですけれども、霊南人は無仏性だと。要するに仏性はないという意味ではない。それはわかりやすいと思います。霊南人はこっちですね。こっちのここに書くの。まあ具体的な自分ですね。六祖のことですね。今目の前にしている六祖のそう。お前はどこから来たかと。でその具体的な、私の場合はドイツから来ましたと。具体的な答えですから、そんなに悪くはないけれども、それでとどまってはいけないから、これがグーなら、今度はパーをボソが出すわけですね。ドイツには仏性がないと。無仏性であると。で、道元禅師はこの時点で、それはドイツにないとは言ってない。かといってドイツにもあるんだというわけでもないんですね。無仏性だと。で、それをどう取るか。無っていうの、無が2つつながった無っていうのはではない。無とか無の相対的な話ではなく、かといって、さっきのクリスさんの続きで言えば、絶対無でもない。無とか無という相対的な無でもなければ、絶対無ではない。では何かというと、無仏性という、ここで具体的に6層ではなくて5層の口から出るのは無仏性という言葉ですね。その前の中塚さんのあたりでは無仏性だったんですけれども、無仏性でも、よかったといえばまた変ですけれども、無仏性の時は無仏性でよかったけれども、ここは無仏性。その無仏性と言わしめているものは何かというと、仏性。仏性がこの無仏性という言葉で表れている。つまり無仏性という言葉は仰いだら吹いてくる風ですね。4層と5層の場合は無仏性という風が吹いたけれども、今度は無仏性という風が吹く。それは風がないとか風があるという話ではなく、無仏性という言葉は風。変わらないものもありますよね。仏性の巻の冒頭で、如来常住無変訳っていうところがありましたよね。普通仏性の後に、普通仏性を道元禅師は、道徳仏性を有するではなくて、実は仏性なりと読み替えたように、それに続く如来常住の変訳も、如来常住は、如来は変わらない。如来だけは変わらないものだけれども、無変訳は一般的には、変訳するものはない。如来は常住で、そういうものを道元禅師は、ルーとかウーとかは変わるんだと。どっち行っても当たらない。私はどっち行ってもいいと思ってたんです。そうじゃなくて、どっち行っても当たらない。でも如来は常住で、だから如来常住というのは、さっきので言ったら、ここで。で、無変訳っていうのは、言葉の世界に落とすと何言っても当たらない。でも如来はこっちの世界やから、これの世界やから、如来の世界は常住やけれども、無とか運の言葉やから、ど
そう考えると、無物証とか有物証というのも、どっちでも当たらないけれども、その場その場でこれだというのを出してきた。だからこの如来成就についても、元の意味は如来は成就ですから変訳のあることがない。絶対に変わらない。他の、この生死の世界、苦しみの世界の私たち文句は全ていつも移り変わっているんだけれども、如来の世界にはそういう変化はない。ところが道元禅ではそういう読み方をせずに、如来は成就、それはどういうことかというと、も如来、無も如来、変訳、つまり無常というものも如来である。でそういうふうに読むと成就じゃないということになっちゃうんですね。成就じゃないんですか？だって無だったり無だったり無常だったり、無常は成就じゃない。それはでも人間の世界ではうでも無でもなくて、相対の世界ではうでものとか無ではないけれども、それを超越というか、その世界では如来は成就であって、それは私たちの言葉では言い表せない、そういう成就の如来という、あるとかないとかじゃないですけど、如来の物証に包まれているけれども、それを言葉でうとか無とか、如来とかいう、如来といっても言葉にするとこっちの如来になっちゃいますけど、言葉にしないこのありとある如来、それは成就ですよね。なんと言えば、その通りですと言いたくなる部分もある。説明としては全然間違ってない。説明として。図に書くんだったら、そうだと思いますね。如来は成就。要するに色即是空で言えば空。ところが、この色即是空、空即是色というわけですから、如来成就の中身は無、変訳、すべてを含んでいる。だから仏性は永遠に変わらないものだけれども、も仏性ならば無も仏性であって、無常も仏性であると。だけど本当の仏性は成就、如来は成就だよねと。ただ、でも本当は成就だよねという、それでいいんだよねという理解を禅はぶっ壊したいんですよね。要するにこの曲はこれでよく弾けたよねと、よくできたよねじゃなくて、そこを捨てさせるためには変訳あることなしではなく、無、変訳、無常こそ仏性である。そうすると成就なる仏性はないということに一旦なるわけですね。かといってじゃあ仏性は無常ですよね、無常でいいんですよねというと、またそこも否定しないといけない。そこでは如来成就を持って来させないといけないというか、だから最終的にはこれでいいというところはない。逆に何をやったっていいんだけれども、それを何をやってもいいんだという前提でやらないで、何をやってもダメだと。でも何かをやらざるを得ない。何かを言わざるを得ないと。成就でも、いや間違ってないよ。で、私のこの二元的な図だって結局概念ですし、説明でしかないんですね。だから私が先週持ってきた小さなホワイトボードに書いたやつも、それでいいんだよね。だったらもう全然とんでもない間違いですね。たまたま浮かんでこれと何をそのまま山括弧付きと鍵括弧付きに置き換えても、どうも矛盾が出てくるから二次元的に考えたらどうなるかと考えて持ってきたけれども、それで全てが説明できて、仏性ってこういうものだったんだというところに落ち着いたらいけない。
だからまあ私は一番左上に、まあ、かろうじてというかそのクエスチョンマークをあえて残したんですね。クエスチョンマークが残らなければ文章が消えてしまうという気がしたんですね。だと思った時点でもう外れます。はい。だからいつも消防現像を読むと、例えばエッシュですエッシュ上州とか言って、することを並べて、それはこだわれないでぶち壊して、ぶち壊してそこに、そこに入るというか、また同じ話ですけど、これしかないんです。だから私たちが、ここでそのやろうとしていることはある意味そのモグラ叩きに似ていると思うんですね。なんかまた疑問が出て矛盾が出てそれを叩いてようやく理解したと思ったら違うところからいやでもおかしいぞと。でまたそこを叩いてみたり違うところから出てくるいやまだ物証がどうも分かってない。でもまあ、ある意味これもまたその説明になっちゃうからダメなんですけれどもそこで現れて叩きたくなるこのモグラこそ物証そのクエスチョンマークというかまだわからないじゃあさっき分かったと思ったけれどもまだわからないじゃあそのわからないと言わしているのは何かというと物証が言わしているんですそこで困ったと思って現れたモグラでもどこから現れたか物証の方から現れるわけですね叩いて消えたら物証が分かったんじゃなくて叩いてもまたモグラが現れるクエスチョンマークがそこに現れるというのこそまあ物証の働きじゃないですか。それを言っても結局変に問いそのものが答えというところで落ち着きたくなる。まあ、それはその哲学の中でもよく言われることですね。答えが大事じゃなくて問いが大事だと。でも問うだけでまた自己満足したりすることがあるんですね。とかその心理学で言えばヴィクトル・フランクル自分が人生を問うんじゃなくて実は私は人生によって問われている。Don't ask about the meaning of life. Don't ask life for the meaning, but actually it's life that's asking you. Yeah, you are put. Yeah, life is putting a question to you. ただそこで問われているという私は今ここ人生に問われているんだというところでまた変な自己満足に使っている人たちが実際にいるんですね。私は問われている。今日という一日問われている私。それはそうなんだけど、で答えよりも問いが大事というのもそうなんだけれども、そこで立ち止まって全く答えようとしなければ問いだって問いでなくなってしまうんですね。答えの出ない問いであっても本気になってその問いに答えようと思わないでただ問われているまんまで立ち止まってしまうとそれが問いでなくなってしまうんですね。ですからこのクエスチョンマークだって本当のクエスチョンマークを叩きたくなるようなモグラでなければクエスチョンマークではないんですね。本当のクエスチョンマーク。Science never ends. Yeah. Yoga never ends. Zen never ends. この間読み返した永井仁さんの、翔太と猫のインサイトの夏休みという本があるんですね。永井さんは猫と子供の対話みたいな本は3冊ぐらい書いてますけれども、そのうちの一つですね。みんな猫は違う名前がついて、
違う猫なんですけれども、これは中学生が夏休み中に猫と対話しているという設定で、その中に面白い話が出てるんですね。この中学生はずっと夏休みの宿題をしないで、好きなことばかりやったり考えたり、本を読んだりしてるんですね。で、その猫に、この間面白い本を読んだんだと。で、どういう本だと猫が聞くと、翔太と猫のインサイドの夏休みだという本であると。なぜか主人公は自分と同じ名前で、同じように猫と、今私たちが実際にしているような話をしているんだと。すごく面白いんだと。そこで猫はそんな本を読んでもダメだと言うんです。自分の頭で考えなくちゃと。猫は言うんですね。中学生は、いや、本の中の猫もそう言いましたけれども、実際に本を読んでてすごく面白いし、考えたりもすると。猫は、いや、それでもダメ。それじゃダメだと。で、それは今の話でつながっていると思うんですね。私たちは道元禅師を読んで、処方現像を読んで、道元禅師はもう結局ぶっ壊して、これでもない、これでもない、これでもないと、いろいろとやったりして、読んでて、面白い考えさせられて、で、ひょっとして答えはなくて、そういうふうに問い続ける道元禅師自身が仏性を表しているかもしれないと。納得したりするかもしれないけど、それがダメで、まだ所詮、要するに道元禅師の頭の中の話を自分は追求しているだけであって、そうじゃなくて、俺がそれを今ここでやっているんだという。例えばそれは後からしたら、道元と同じことを自分が考えたりやっただけであったとしても、自分が道元の問いを、なるほど、この問いが仏性なんだと納得するのか、道元と同じ本気なつもりで、仏性って結局なんだと。なんだと問うているのか、その違いがすごく大きいんですよね。仏性とは何だという問いそのものが仏性というのと、仏性とは何だと今ここで気づかずとも仏性を表すのと。だから本の中の話はそこだったと思うんですよね。翔太と猫のインサイドの夏休みという本の中で、翔太と猫のインサイドの夏休みというのは本を読んでもダメだよと。まるでその読者に呼びかけているわけですね。お前が今読んでいるその本たとえ面白いだと思って読んでても、それではまだ所詮ダメで、それを今お前が考えているということに気づいて、本の中の話じゃないんだと。お前がこれを考えているんだと。その現場は本じゃなくて自分なんだと。仏性の現場は自分なんだと。でもどうしてもその本の世界に飛び込んだり、このクエスチョンマークの話になってても、このクエスチョンマークって結局何クエスチョンマークまでどこかの引き出しに入れて理解したい。なるほど。問いそのものが答えだと。でもそうすると問いではなくなってしまうんですね。生の自分の問いでなくなってしまうんです。問いとは何なのか、それすらわからない。だからみんなこの2時間の勉強会が終わると、よくわかった。今度こそよく分かった、全部腑に落ちたと思っている人は少ないと思うし、もし、そうなったらそれこそ一番困るんですね。どうも分からない。
モグラだらけ。あっちにもこちらもモグラ出てきて、叩いても全然わからない。でもその時、自分の頭で起こっているのはまさに仏性です。仏性の現れです。腕もない、無でもない、上手なる如来もでもなければ武将でもない。じゃあなんだ。どうしましょう。もう10時になりましたけれども、今日のところもう一回やりますか。来週も16日。今度違う視点から同じところ、五祖と六祖の霊南人の仏性のやりとり、やりたい人いますか？岩波文庫で言えば86ページの真ん中から90ページの真ん中あたりまでですね、4ページほど。Yeah, I think we can do it once more, maybe. やりたい人いますか？Once more? No? Yeah, today the Pink Floyd story and also the story of Asana and what your teacher told you, very good examples. 岡田さんはまだお盆まではお忙しいという。お盆休みにやっと入って。じゃあお暇ですね。またお盆明けたらまた仕事も1週間あるんですけど、でも。じゃあ16日はできますよね。はい。じゃあお願いしますよ。はい。じゃあ16日は岡田さんの担当ということで、まあ同じところですけれども、もう一回今度は日本語でお願いします。はい、また今日技術的にいろいろとトラブルがありましたけれども、後半はシュワンさんの携帯から、やりました。皆さんまだつながっているんでしょうか？私は見れませんので。はい、いますよ。はい。加藤さん、はい。はい。イヤフォン。ありがとうございました。すいません。なかなか両方、このリアルワールドと Zoom 両方に、なんていうか、心配りするのはなかなか大変。目配り、心配り、気配り。まあ、これからもう少し慣れてくるかもしれませんけれども。はい。まあ、今日はクーラーの効いた中でしたので、私たちは割と快適でしたけれども、BGM も流れて、サウンドとかいろいろ問題があったかもしれませんけれども、まあ、来週は岡田さん、担当ということで、また Zoom の方でも参加していただければと思います。ありがとうございます。また、はい、加藤さん、まとめていただきはい、昨日もなんか夜遅くまでなんか自分の担当した部分。すいません、先週後で同線さんに言われたんですけど、本当は加藤さんのはいろいろと喋りたかったはずなのに、同調寝るばっかり喋って、なんか加藤さんかわいそうだったというのかせっかく加藤さんが担当してたのに。すいません、また、はい。いずれか、はい、担当していただければと思います。はい。はい、また、まあ、ツイッターでもまたこの話の議論の続きとかいろいろあると思いますので、
またよろしくお願いします。なんか寝不足な顔というか、なんかしんどそうな顔ですけれども。昨日、あれを書いてて、はい。時間がかかったので。はい、あ、そうですか。はい。すいません、お疲れ様です。はい。はい。また、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。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 はい。じゃあ、これで終わります。ありがとうございました。終わりですね。はい。ありがとうございました。はい。今日もどうもありがとうございました。失礼します。失礼いたします。失礼します。